ご視聴ありがとうございます。今回の動画は下地処理、パテ埋め、調色、着色の順番で進みます。今やっている下地処理は補修の作業の中で一番大事と言っても過言ではありません。下地をきれいに整えて作業しやすいようにします。ノコギリが貫通してしまっているのでパテが止まらないのでボンドを打ってバックアップを作ります。表面に少なからずボンドが出てきているので研磨して整えます。ハードワックスを入れていきます。これでできるだけ面が出るようにしてください。ここで面が出ないなと感じるときは下地処理が甘い可能性があります。傷の周りのいらないハードワックスをきれいに拭き取ります。傷の上を拭いてしまうと溶けて面が崩れてしまうので真上は拭かないようにしてください。研磨して面を整えます。周りにいらないパテが残っている場合はそれも一緒に削り取ります。ハードワックス自体シンナーで溶けてしまうので着色する際面が崩れてしまうのでボンドで補強します。ボンドが固まったら表面を研磨して整えます。研磨した後をサンディングシーラーを振って消しています。シーラーを振るとシンナー臭いのでよく換気をしてください。まず原色5色をパレットに出します。希釈はラッカーシンナーです。ラッカーシンナーを使う場合もシンナー臭くなるのでよく換気をしてください。まずこのフローリングの濃いめの色を作っていきます。作りたい色が赤っぽいか黄色っぽいかで作るオレンジの色をそれに合わせます。この場合少し赤っぽいので赤めのオレンジを作ります。このぐらいですね。次に青を入れていきますが、青を入れるときはほんの少しずつ入れないと塗料が緑になっておじゃんになってしまうので気をつけてください。少し入れすぎたなというときはオレンジを少し足してやると青みがちょっと和らぎます。青で色の渋みの調整、白と黒で色のトーンの調整をしてください。調色するときは時々色を確認しながら作ってください。確認の時に試し書きの色はしっかり乾いた色を確認するようにしてください。いい色ができました。でもめっちゃ臭なってきたんで、匂いするやつを部屋にシュッシュします。できた濃いめの木目の色を小分けにして一番濃い木目の色を作ります。濃い木目の色ができました。一番最初に作った濃いめの木目の色で傷の部分をピンポイントで塗っていきます。色の微調整をしています。薄い木目の色を作ります。
塗るときは薄い木目を通すようにちょんちょんちょんと塗っていきます。このようにラインが通ると補修の違和感がなくなります。次に濃い木目の色をつないでいっています。ここで途中で作った一番濃い木目の色で木目に濃淡をつけます。ツヤスプレーを振ります。少し塗料の凹凸が気になったので研磨して整えます。ツヤスプレーを振って完成です。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたらチャンネル登録、グッド評価をよろしくお願いします。